死神は最も忘れたい記憶を忘れることで人から進化した存在。研究者グレイから語られた真実は私たちが信じていた世界を大きく揺るがした。世界に混沌を振りまく死神ライオス。彼に対抗するための力と真実を得た私たちは研究所を後にし、敵の情報を探る旅へと戻った。そうか、死神はもともと人間だったんだな。死神って何なんだろうね。人と似てるのに長生きだし、どうやって生まれてくるんだろう。私たちはもともと人だった。一体何を忘れたというの？それにライオス、あなたは知っていたんでしょう。そしてレインを奪った元凶。ああ、人間かとはもう言えないな。レイン、君さ、どうにかしてくれよ。あんな表情のステラは見たことがないんだ。そうしたいのは山々だが、僕も彼女との記憶はまだ戻っていないからわからないんだ。使えないな。君さ、自分でも気づいてないのか？家族だの、姉だの、グレイだの、他のことはほとんど思い出してるじゃないか。なのに、なんでステラとの記憶だけ綺麗に抜け落ちてるんだ。すまない。そう言われると不自然だな。3人のことは思い出したのに、ステラとの記憶だけ霧がかかったみたいなんだ。そうよ。なんで私のことだけ忘れたままなの？そうだな。私たちは思い出したくもない記憶を忘れることを代償に生まれた存在だ。私との思い出はそんなに辛かったの？レイ。ほら、どうすんだよ。お前のせいだぞ。そんなことを言われても。やめなさい、リー。仲間内で心を削ってどうするの？あなたもよ。すまない。たとえ記憶はなくても、心配なら、今のあの子を支えてあげなさい。そうだな。わかればいいわ。その通りだ。ステラ、あの時言ってくれたじゃないか。一緒に思い出そうって。あの時僕は本当に救われたんだ。だからそんな顔はするな。ああ、心配したのがバカみたいだ。これ記憶なくても同じだろ。あのステラが一人の人間の言動でここまで揺れるとはね。まあ、今生きてるあいつらはまだいい。アイセアはあれでよかったのか。どうやら術式の時間制限が来たようだ。そう、もう言ってしまうのね。ああ、最後に願いを聞いてくれないか。何？私の魂を君と一緒に連れて行ってくれないか。ええ、もちろんよ。ありがとう。最後に会えてよかった。一緒に行きましょう。アイセア、今の君は私の命や他人の命を犠牲に生き返ることができたとしても嬉しくはなかっただろう。バカね。正解。彼の心と魂は私の中にいるんだもの。やれやれ、ほんとバカだよ。死神は恋をしたら弱くなる。だから死ぬ。そんな理屈だけならライオスの方がよっぽど正しく見える。そうかしら。私は恋をしたから後悔していないわ。でも力を一度失って死んだじゃないか。それでも受け入れられるのかよ。ええ、でも幸せだったもの。ライオス様、旧世代の死神たちを発見しました。いかがなさいますか？いつものように雨を降らせるのでしょうか？リーゼルの町か。グレイめ、死してなお私の邪魔をするつもりか。あそこにはグレイの残した研究成果があるやもしれん。ミューゼ、
お前は私の光の雨の範囲に巻き込まれないように奴らを監視し続け、射程範囲に入ったら知らせろ。承知しました。もういいや。それで当てはあるのか、アイスや。ええ、グレイの魂を食べて記憶を見たからわかる。ライオスの拠点もどれほどの勢力は彼の下にいるのかも。へえ、なら旅の支度を終えたら早速出抜いてやろうじゃないか。さすがに早いわ。アイスやグレイの記憶では敵の戦力はどれほどのものなの？そうね、敵の勢力はライオスが光の雨で人為的に降らせた災害で強烈なトラウマを植え付けられた生き残りの人間を彼がさらい、強制的に新世代の死神化させた人たち数名。当然その時薬を打たれた人たちは記憶を失ったのでしょうね。いきなり最低最悪じゃねえか。ええ、思った以上に死神化に成功しなかったと見るや。彼は次に魔物を進化させて凶暴化させた上級の魔物の研究に励んでいたわ。おいおい、そして何より彼自身が異常なまでに強い。私たち旧世代の死神の力を最大限まで解放し、新世代の薬をさらに打ち込んだ化け物みたいな存在を。現に新世代の力を持ったあの子でさえ手も足も出なかった。そうか、アイスヤが化け物というほどの相手か。それに加えて私たちは一部の記憶を忘れた封印状態。彼の手下の死神にも勝てるかわからない状態よ。それに彼ら新世代の死神は私たちにはない特殊能力を持っている。魔物を操る力、光の雨を降らせる力。とてもじゃないけど私たちの封印状態が解けたとしてもそれに対抗する術がないの。遠距離戦なら特にね。あの破壊の雨を操る相手に私たちは本当に勝てるの？そんなの近づけないじゃない。まあ今のところ無理でしょうね。けど今の私たちにはかける価値があるものがある。グレイ、僕の死神の力について教えてほしい。ああ、そうだな。レイン、お前の新世代の死神としての力とは？それは使わないで。それしか。気持ちはわかるが、私たちは全員命を懸けて戦っている。レインだけが特別なわけじゃない。そうだな。僕も自分の意志でライオスと戦っている。それにここで話していても何も変わらない。まずは旅の準備を進めよう。そうして答えも出ないまま私たちは旅の支度を終えた。そして全員が合流し一箇所に集まった時、それは起こった。雨？一体なんだあれ。まさかあれは。へえ、これが光の。何をしているの？早く建物の中に避難しなさい。バカなおいおい、街の中だぞ。危なかった。事前に知らないと無理だろこれ。なんてことを。やばいぞ、貫通してきやがった。迷っている時間はないわ。グレイの最高傑作、再生と浄化。その力を今ここで見せて。レイ。ステラ、僕はもう守られるだけの存在じゃない。神様って人がいたらきっと残酷なんだろうな。それは紛れもない
死神が起こした悲劇だ。だから僕が止める。破壊の雨が浄化されていく。もう誰も失いたくないんだ。今度は僕が守る。死なないでく。どうしたの？この状況は？両親は？全員もういない。みんな光に溶けたんだ。とりあえずうちに来なさい。ほら、暖かいうちに食べなさい。食べたくないならそれでもいいわ。なんで僕に優しくするの？だって目の前で困っている子がいたから。それだけじゃダメ？全てを信じられなくなった僕を拾ってくれて、親のように育ててくれたリゼットさん。いずれここに固まっていれば全員見つかる。奴は新世代の薬の材料について最後まで私に教えなかった。おかげで死神の戦力を増やす手段がない。研究者としてこれほど悔しいことはない。そこでお前たちには私から最後の作戦を伝える。まずはギゼ、君はライオスの動向を探りつつ、奴が光で殺害した人々の魂を一つに集めていてほしい。レインが万が一死んでしまった時、生命の谷で集めた魂で蘇らせることのできるバックアップを頼みたい。ああ、わかった。私は人として研究者としてここに残り戦う。死神のライオスに対抗できるのは同じ死神だけだ。彼らの力の秘密と生命の谷に関する情報を必ず私の死後で伝えられるように手を打っておく。そしてこの3つ目、再生の薬は一度死んで蘇らないと効果が発揮しない。だからレイ、薬の効果はすぐには出ない。副作用として死神の力を一部弾き、運よく蘇れても記憶障害を起こす可能性がある。今はただの人間として行動するんだ。私の古い知り合いにステラという死神がいる。彼女に護衛を頼み、自身を守りながら旅をして奴の行動や情報を探ってくれ。もし奴と対峙しやられた場合、ギゼのサポートで蘇ったその時はその力でレイン、俺とアイスヤの思いを踏みにじった奴を必ず追い詰めてくれ。わかった。グレイだけじゃない、僕自身も奴のせいで家族を失った全員の仇だ。一度死ぬことを前提の任務を任せて本当にすまない。それでも願わくば生き残ってくれ。あなたは十分に犠牲を払った。寿命を代償に大切な人を蘇らせる手段まで見つけたのに、私的な理由であなたはあの谷の奇跡を使わなかった。そんなあなただからこそ僕はここまでついてきた。そんな綺麗な感情ではない。奴とは違う選択を選びたかっただけだ。作戦は明日決行だ。今日は最後にこの街を回って過ごしてくれ。僕はグレイと姉さんに何かを渡したかった。大した役にも立てず、ただ新世代の注射を打った後は強すぎた。姉さんに戦い方を教えてもらうだけの日々。
せめて何か形に残るものを。無茶すんな。人間なんだから。これ魔物を操る姉さんに合うかも。店主、これをください。言葉遣いは悪いけど誰より優しい姉さん。グレイは研究者だしな。そうだ。いつも時間に追われて確認する暇もないグレイにはこれだな。さて、最後は自分自身の旅立ちの記念になるものか。よし、旅人らしくここはこの帽子をください。よし、これでいいだろう。あとはステラだっけ。これからお世話になるかもしれない死神の人に何を渡そうか。ま、会ってみて好みを知ってからでも遅くはないか。よし、グレーと姉さんのところに戻るか。さあ、時は来た。私たちは数少ない世界の現状を知っている側のものだ。だからこそ奴の思想には賛同できない。作戦は伝えた。必ず生きて目的を達成しよう。ああ、任せろ。そうして僕らは別れ、全員が違う道を歩き始めた。最後に話をしましょう。ええ、そうね。話をしましょう。できる限りのことをしてきたわ。ステラ、この手紙を受け取って。わかった。息子と娘さんに会えたら、私が必ず渡すわ。これで私のできることは、すべてやりきったわ。最後はあなたと一緒に旅がしたいのよ。あなた、本気だったの？ある意味で私が死ぬまで離れられなくなるのよ。わかった。私も負けよう。こんなに自分の意志を曲げない人間はあなたが初めてよ。最後に聞かせて、ステラ。私はあなたの一瞬の輝きになれたのかしら。そうね。あなたに会ってから本当に死を必要としてる魂以外はいらなくなったわ。死にかけてる人、死を自ら望んでる人、もしくはむやみにこっちを襲ってくる人間しかもう私にはかりそうにない。それはよかった。私の魂をあなたと一緒に連れて行ってちょうだい。ええ、あなたの魂は私が紡いでいくわ。一緒に行きましょう、リゼット。今日もまた命の一つをもらってしまった。何のために人は生きているのだろう。意味なんてきっとないのだけれど、短い時を生きる人々はまるで生き急ぐように必死に生きて輝いて、そして死んでいく。そんなことを私が考えていた時、彼は現れた。君も雨宿りか。傘を忘れるとはお互いついてないな。傘など必要ないわ。私は死神だから。この子がステラ。普通の女の子じゃないか。寒いだろうに、かといって僕も何も持っていないけど。ならこれを使ってみてはどうだ。帽子？聞いてなかったの？私は死神よ。共にいるべきではないの？関係ないさ。別に死ぬ理由は死神の少女に命を奪われることだけじゃない。それに単純に雨に濡れてる女の子を
ほっとくのが嫌だったんだ。そうして僕とステラの旅は始まったんだ。ステラはグレイの言うように本当に強い死神だった。下手をしたら姉さんより強いかもしれない。けれど僕には長い間ずっと寂しそうに生きてきたような普通の少女に見えてしまって、グレイの作戦通りにステラとの旅の合間にライオスの情報を探りつつ旅を続けていく。そんな中、僕はステラに自然に惹かれていくのに気づいた。僕を拾ってくれたリゼットさんの幼い頃からの親友、そしてグレイが恋人のアイセアの次に最も信頼した死神。そんな不思議な縁のある彼女に僕は贈るものを旅先で決めた。これは？ああ、本当はこれを君に渡そうと思っていたんだが、タイミングが悪かったようだ。何これ？青いリボン？あの日にあげた帽子を気に入ってくれたようだが、せっかくステラは可愛いのにもったいなくてな。これをつけてはみてくれないか？かわいい？私が？ありがとう。よかった。どうやら脈がないわけではないらしい。本当に任務ではなく普通の関係ならどれだけ良かったのだろう。ああ、そうか。僕は勘違いしていた。一番忘れたい記憶じゃない。復讐でもない。家族でもない。僕が最後まで思い出せなかったのは、君との思い出こそが一番忘れたくない思い出だったからだ。僕が人として生きてきた証、人を愛した記憶、それが君だったんだ。そんなバカなライオス様、光の雨がかき消されました。何？状況を詳しく説明せよ。あの中の死神たちの一人が見たこともない力を発動させ、光に焼かれた人々を全回復し、光の雨を浄化させたのです。そいつらの顔を映せえか？もちろんです。バカな。なぜこいつが生きている？お前も。なぜだ？この二人は確実に仕留めたはずだ。そうか。グレーの関係者の何者かが生命の谷を使ったな。ライオス様、奴らをご存知なのですか？ああ。奴らは私の計画を乱す可能性のある危険分子たちだ。レイン、お前の死神の力は再生と浄化だ。再生と浄化？ああ、他者の傷を致命傷から治癒させる再生能力に加え、魂が歪み変貌した姿の魔物や光の雨を一瞬にして分解し浄化する力、それこそがお前が手に入れた新世代の死神としての能力だ。すごい力ね。ああ、私の瀕死状態だったところを再生の力に救われたことがある。他にもあるんでしょ？ああ、ギゼから聞いたのか。そうだ、その力には代償がある。自身の持つ寿命と集めた魂を消費することで扱えるという点だ。魂の方は
浄化した光と魔物から得ればいいが、寿命は確か生きているものからしか奪えないんだったか。そういうことだ。あなたは私が知る誰よりも優しい人だった。そんなあなたや他人の寿命を奪えるわけもない。だから嫌だったのに、その力であなたはきっと自分を消してでも誰かを救ってしまうから。お願い、目を覚まして。全部思い出した。